横浜事務所ができて1年経ちました。やっと先日、横浜のガーデンズのお庭が完成しました。こちらはガーデンルーム、お庭のお部屋を作らせていただきました。北欧スタイルですね。もうお庭は植物を育てるというよりは人が主役のお庭で、お茶をしたりご飯を食べたり、ベンチでくつろいだり、人がそこで暮らしながら楽しめる、そんなお庭を作りました。あちこちに座るところがあって、ここはたくさんの人が集まって座れますし、ここにはツリーシートがあって、もっと大きくオリーブがなるんですけど、オリーブの下で座れるようにしました。そして午後はここが日陰になるので、花壇の真ん中にベンチも設けました。お花のすぐそばにいる感じで、それは自分がお花なんていうような気分にもなるので、なんかそんなイメージでここをベンチにしました。ここにアーチを仕立ててパーゴラになってるんですけども、こちらにもベンチを設けてあります。夕方ぼんやりとお庭を見ながら夕涼みができるんじゃないかなと。将来的にはバラに囲まれたお部屋にしたいなと考えています。そしてもう一箇所、夕方夜ぼんやりできる場所、ものすごくこれ座り心地がいいんですよ。で、夜景もとても綺麗なところなので、ここに2つ椅子を設けました。だからもうこの庭は狭いんですけれども、たくさん時間によって座る場所を変えたり、その日の自分のやりたいこととか、もう空が見たいなと思ったらここ来て、夜もね星も見ますし、いろんなシチュエーションでくつろげるかなと思います。こちらのお庭のカラースキームですけど、白とグレーとガーデンズグリーンって名付けましたけど、3色の色味を使って歯止めを作っております。石の色もねグレーですし、板塀の色グレーです。そして花壇の色は白にしてます。施工前、ここのお庭はほとんどがオレンジのレンガで敷き詰められていました。それはそれで素敵だったんですけれども、北欧スタイルに変えるので、そのオレンジのレンガがどうしても邪魔になってしまい、捨てるにねもったいないので、ここを花壇にしました。そして白い塗料でペイントして白いレンガの花壇ができました。再利用です。そしてこの入り口もですね、これも既存に敷いてあったオレンジ色のレンガを積んで柱にして白い塗料でね、塗るだけで北欧っぽく変身しました。あるものもやっぱりね、これからは利用して捨てるのももったいないですし、処分代もねかさみますし、労力もいりますので、何かとリフォームするときには再利用できないかっていうことをデザインの中で悩みますけれども、一番に考えるべきだなと思って仕事をしてます。はい、この門扉は高松のオフィスと同じデザインで作ってあります。やっぱりなんかお庭には入り口があった方が素敵なので、お部屋の入り口を作っています。
で、次を2つ置いてるのもガーデンズ流です。床もガーデンズのテラスと同じ石を使っています。そう、サラさんのところもね、テラスは同じ石を使っています。あと、バードバス。ね、これも必須アイテムですね。かわいいですよね、とってもね。木の下とかにしつらえると雰囲気が出やすいです。ドビーちゃんもいますよ。ちょうど真正面にドビーちゃんをしつらえました。朝の6時半、お部屋から覗くといつも朝日がこの子に当たってます。いや、5個が差してるなと思って慌てて出てくるんですけども、とっても素敵な光景です。あとこちらはすごく眺めが良くて、新横浜の駅が見えてるんです。なのでこう透けた感じで低めにフェンスをしてあります。このデザイン、他のところもそうですけど、北欧でよく見かけるデザインで、去年北欧にいた時に、そういうものばっかり中心に、見て回って、ちょっと寸法なんかも測ってきて、それを日本サイズにして再現しました。あとこちらも屋根がついてて、アルミなんですけども、上がルーバーになってて、日差しによってルーバーをこう変えれるので、このテーブルの下に座っている時に、日差しを遮る役目をしています。横浜でも結構高い位置なんですね。それで風が強いので、去年1年の間にもパラソルが何本も壊れたって、もうしっかりした日よけを設けております。まずここにちっちゃな実がなってますけど、柚子の大きさのレモンの形と、味はレモン、形は柚子のような、そういう変わった、柑橘を見つけたので、入り口に植えました。そしてここはハーブガーデン。そしてこちらはトマトとかおなすびとかシシとかピーマンを植えたキッチンガーデンにしています。で、ここがシェッド物置で、いろいろガーデンツールとかを収めています。これもね、あえてグリーンを選びました。シンプルなスタイルで植栽を入れることでナチュラルなイメージにしてありますね。五感で感じる庭、ハーブなんかも本当にいい香りがしますしね、ここは食べれるし、視覚的にも爽やかな感じを表現しましたし、本当に五感で楽しめる庭を作りました。お庭にはテラスが欲しいですね。日よけがあってたくさんの人が座れるテーブルがあればね、もうお茶会、ガーデンパーティー何でもできます。それとガーデンシンク、お水ももちろん使えるんですけど、飾り皿としても考えています。お庭で、採れたものを飾ったり、こういう植木鉢を飾りながら収納したり、下もそうなんですけど、飾りながら使うものを収納しています。もう素材としてはセメント仕上げで素朴な仕上げなんですけども、見た目にも可愛いですし、こう色も何を他のものを邪魔しない、
だからやっぱり素朴な色、素材を重視してこう庭を構成していくのには、作られた色ではなくて、もう素材そのものをチョイスしていくのがおすすめです。北欧スタイルは本当に自然素材で構成する。木材、温かい木材を使う。そして色味を、色の数を抑える。それで構成していくとシンプルなお庭になります。繰り返し同じ材料を使うんです。同じ色を使います。今からカモミールが満開なので、次私が横浜に来た時まではもう咲いてくれてないと思いますので、思い切ってカットして今日のお茶にもしたいし、ドライも、カモミールのドライを作りたいと思います。じゃあカットします。で、ステビアはだいたい1人が1枚ぐらい。すごいかじっても甘いのよ。1人1枚っていうイメージで十分だと思います。2人に1枚でも3人に1枚でも大丈夫ぐらい甘くなります。それでさっき摘んだカモミールのお花だけを入れたいなと思います。ここの先のぽよよんとしてる黄色いところがいい香りがしますし、効能がある部分です。イギリスでは家庭の薬箱って呼ばれているほどポピュラーです。ちょっと体調が悪い時にミルクに入れたりして飲むと落ち着くそうです。沸いたばかりの熱湯を入れるのがコツかな。
葉っぱもね本当にいい香りなの。とってもお花もね本当にいい香りなんですけど、これを飾りに使いたいと思います。かわいいね。近くで見るといっぱい実がついててとてもかわいいです。何個なるんだろうと思うぐらい実がいっぱいついてますよ。支障のないぐらいカットしてみます。レモンの葉っぱをレモンケーキに添えるだけでおしゃれになるし、ちょっとふわーっと香りがするんですね。Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how